ここから先へ行くには通行証が必要だぞ。通行証を持っていない者を通すことはできない。これで文句はないでしょ。これはバーンシュタイン王国と戦争が始まったというのは本当だったのか。よし通れ。ただし疑わしい行動はするなよ。どこへ向かうの？オッケー。どこへ向かうの？オッケー。私頑張るもん。力の限り頑張ります。どこへ向かう？オッケー。これに振り分けるのね。これでいいの？これでこんな感じ。これに振り分けるのね。これでいい。これに振り分けるのね。これでいい。止まれ。身分のわからぬ者は中へ入れるわけにはいかん。アイテムを選んで。これだね。これは我々はローランディア王国からの使者だ。ここにアルカディウス王がしたためた書簡がある。これをランザック国王に渡し説明をするのが我々の役目だ。では今しばらく待たれよ。国王陛下がお会いになられるそうだ。入られよ。そなたたちがローランディア王国からの使者か。は遠いところご苦労だったな。この書簡をアルカディウス王に届け、互いに不可侵とする同盟の件、確かに了承したと伝えてくれ。かしこまりました。とりあえずランザックとは友好関係を保てそうだ。そうだね。ウォレス、ウォレスなのか。その声はウェーバー。やはりウォレスか。しかしどうしてここに。それにその格好は。詳しく話せば長くなるが、団長を探している間に俺は両目と利き腕を失っちまう。このギガント義手は
こいつの母親に作ってもらう。そのお礼とリハビリを兼ねて今はこいつらと行動を共にしている。そうか。ここ10年ほど連絡がなかったと思えばそんなことになっていたのか。すまないな上山。団長を探すなんて勝手なこと言ってお前に部下を押し付けちまった。おまけにまだ団長は見つからねえどころか俺はこんなお前にも辛いことがあったんだろう。気にするな。それよりお前の所在が分かってよかった。ところでガムランはどうした？奴とは全く会っていない。いや、俺も会っていない。お前が出て行く前だからもう20年近くなる。そうか。まだ仕事があるから俺たちはローランディへ戻る。ああ、また機会があれば会おう。あの人嘘ついた。嘘？20年近く会ってないって言ったけど、この間会ってたもん。バーンシュタインと同盟を結ぼうとしていたなんてローランディアの俺たちに言えるわけないだろう。仕方ないさ。おお、戻ったな。ランザック王からの返事は受け取ってきたか？どうやら同盟は締結できたようだな。これもお前たちの働きがあったからこそ成し得たことだ。迷いの森の遺跡を用いバーンシュタインとランザックを戦わせるということがなければ決してこの同盟は成功していなかったであろう。そしてバーンシュタインとランザックが戦っている間に我が方は防戦の準備をすることができた。お前たちも安心して休暇を楽しむがよかろう。今回の働きに対して与えられる休暇は3日だ。今日はどこへ行く？お前たちか。そのことで少し聞きたいことが。見た。やはりそう。お前はなぜ私が女であることをバラせなかった。そのことを言うだけで私はナイトの称号を剥奪される。ローランディアにとっても悪い話ではなかった。だからジュリアンってナイツになるために随分苦労したんでしょ。その苦労を踏みにじるなんてできないよ。それに今までジュリアンは一生懸命やってきたんだから、こっちも勝敗は正々堂々としなきゃね。そうでもなんで女だってことを隠してたの？言わなかったか。インペリアルナイトの条件は真偽対全てを兼ね備えた男である。私の家ダグラス家は多くのインペリアルナイトを輩出してきた家柄。当然男子の誕生が期待された。だが生まれたのは私だ。母が私を産んだ後に体を壊してな。だいぶ経って回復はしたのだが、それまでの間もう子供が産めないと諦めていたらしい。それでジュリアンを男として育てたんだ。いや、最初から父がそのつもりだったわけではない。ただ私が生まれてからの父は
何事にも無気力になったのだ。だから私は少しでも父に喜んでもらうと思い、自分の意思で剣術を始めたの。父が生きる目的を失ったのは自分のせいだから、自分が父を救わなければいけない、そんな風に思って始めた。そう言われるとは思わなかった。私が生まれた時、父は非常に落胆したそうだ。無理。私の家は数多くのナイトを輩出してきた家柄だ。だが生まれたのは娘だった。父の落胆はいかほどのものだったか。そして時が移り、幼い私は父の手ほどきで剣術を始めた。少しでも父に喜んでもらおうと思い、私には剣の才能があったらしく、父が喜んで私に剣を教えてくれた。それが幼い私には嬉しかったのだ。だが体が弱かった弟が遅まきながら剣術を始めると、父の興味が弟へと移った。そのうち父は弟にかかりきりになり、弟に飛躍的に力をつけた。弟さんに？そうだ。その様子を見て焦りを感じた私は、以前にも増して剣を打ち込んだ。だが努力すればするほど気持ちだけが空回りし、剣の腕は思うように伸びなかった。そしてそんなある日、ついに私は弟に負けた。その時父の喜んだ表情はこの目に焼き付いていた。なんとなく想像つくわ。私もそんな風に父に褒めてもらいたくてな。それからに血の滲むような努力をして剣術を鍛えた。強くなればまた父が優しくしてくれると思ったんだ。おそらく父に喜んでもらいたい一心が効いたのだろうな。それまでのスランプがまるで嘘のように腕が上がっていった。それじゃあ弟さんには？当然私の勝利に終わった。だが褒めてくれると思っていた父は逆に落胆していた。そして負けたことを悔やむ弟にねぎらいの言葉をかけたのだ。それを見た時に思った。私への愛は消えたのだ。父に裏切られた私はそのまま家を出た。それ以降はお前も知っての通り、だがそのおかげでお前たちと出会い、剣を取る理由も見つけることができた。それに今なら父の気持ちも理解できる。私が女で生まれたことが悪いのだ。男として生まれればと思うことも多かったが、お前と出会ってからは以前ほど悩まなくなった。本当に感謝している。これまでは私の邪魔ばかりする嫌なやつという認識だったが、これからはその認識を改めよう。お前との決着は次に戦場で会った時につけよう。それで戦術で考えて、それと私の本当の名はジュリア・ダグラスが私の本当の名だ。
残りの休暇はあと2日だ。今日はどこへ行く？ウェーバーは寡黙で誠実な男でな。俺のいい兄貴分だった。部隊に入った頃の俺の面倒をよく見てくれたもんさ。俺だけじゃなく部隊の誰からも好かれている。面倒見の良さだけでなく作戦指揮能力も優れている。だからこそ俺も安心して部隊をウェーバーに預けることができた。じゃあガブランって人は？そうだな。ウェーバーとはある意味正反対な男だったな。無口だったがいつも腹の中で何を考えているのかわからないんだ。そして前線で指揮するより後方で様々な魔法を駆使して自分に有利な戦局を生み出す男だった。ウェーバーは何とか合わせていたようだが俺とはよくぶつかっていた。隊長がいなけりゃあっという間に部隊はバラバラになっていた。